皆さん明けましておめでとうございます。2026年も、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、ベーシスト格付けチェックという、テーマでね動画を撮ろうかなと思いますが、芸能人格付けチェックっていうあってバイオリンのとかチェロのねすっごい高いやつ何億もするやつとなんて言うんだろう、それも高いんですけど何十万するようなね楽器を弾き比べて当てるっていうやつがあるんですけど、あれがね面白くて僕は毎年ね楽しみにしてるんですけど、今回それのベース版、しかもジャズベース編ということでねやろうかなと思います。3年前にねちょっとプレベでやったことあるんですけど、あれ結構ね騙される人が多くて、コメント見ててね、ちょっとしてやったりと思って、楽しかった記憶があるんですけど、今回はジャズベースなんと1本ねすごいのお借りしてきて、これとこれで、弾き比べようかなと思います。こっちは本物の1961年のジャズベースで、こっちは、この本物をね、1980年代にリーシューした、再販モデルというか、同じフェンダーが言ったらレプリカですよね。ヴィンテージレプリカとリアルヴィンテージ、これをちょっとね、弾き比べてみるんで、皆さん当てれますかね。ベーシストとしての、格をちょっと、試してもらいたいなと思うんですけど、ちょっとじゃあまず、ベースの方をね一本一本ちょっと紹介していこうかなと思いますんで、ちょっと見てみてください。どうぞ。はい、じゃあ、今日弾き比べる2本を、まずちょっと見ていこうかなと思うんですけど、1本目は、こちらが、いわゆる、リーシュー、僕の、所有しているアメリカンヴィンテージなんですけど、ほんと初期のねフェンダーのジャズベースを再現したやつで1983年製なので、まだカスタムショップとかがね立ち上がる前のやつの、モデルで、いやすごくね僕はこの、リーシュー気に入ってるんですよ。というのもなんかネックがねめちゃくちゃスリムで弾きやすくて、でさらにもう全然反らないし、すごく今まで弾いたことのあるジャズベースで一番弾きやすいのが気に入ってます。で音もねすごくなんかフェンダーのジャズベースって感じの音で、気に入ってる一本です。仕様はスタックで、スラブバリですね。で材料的にはアルダーで、インディアンローズウッドで、いわゆる本当に普通の、ジャズベースです。で弦はダダリを貼ってます。これは今日はね統一してます。じゃあ2本目見ていきましょう。こちらが、ちょっと今日ねお借りしてきました、モノホンの当時のこれ1961年なんで、ジャズベースが1960年に、リリースされたんで本当に初期の頃ですね。でスタック仕様、これ一緒ですよね。でピックガードとかはねやっぱりこの時代はセルロイド使ってるんで、やっぱちょっとねリーシューじゃ再現できない部分がやっぱりあったりとかで、ボディの木材はアルダーで一緒で、指板は、もう今やねなんて言うんだろう、希少な、ハカランダが使われてます。これなんか普通のインディアンローズウッドに比べるとなんかやっぱ硬くて密度が詰まってるような気がしますね。でスラブ張りは一緒、見てもらって一緒で、ちょっとでネックは持った感じ、でもスリムだな、やっぱりジャズベースだから、レオフェンダーがやっぱりなんかもっと弾きやすい、ネックをスリムにしてね弾きやすくした意図が分かりますね。こんな感じです。で3トーン3バーストで一緒、ね見る人が見たらなんかこっちの方がちょっと綺麗でこっちがちょっとボロいじゃんみたいなね全く一緒の楽器に見えるんですけど、
こっちがいわゆる、リーシュで、こっちが当時のジャズベースです。じゃあこのね音を、当ててもらいましょう。はい、そんな感じで、この2本ね、ちょっと舐め回すように見てもらったんですけど、じゃあ皆さんちょっと準備はいいですかね。まあ是非ねヘッドホンとか、ちょっといいスピーカーでね聞いてほしいなと思うんですけど、ちょっと A か B かで、答えてもらおうかなと思います。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。はい、そんな感じでちょっと聞いてもらったんですけど、皆さん分かりましたかね。僕はねもう弾いててねすぐ分かりました。じゃあちょっと正解発表の方をね、しようかなと、思います。いいですか。じゃあいきます。答えはA です。どうでした皆さん、正解でしたか。まあねこれねちょっとね見ていこうかなと思うんですけど、A が、こちらのリアルねヴィンテージの方でした。で B の方が、いわゆるアメリカンヴィンテージっていうねフェンダーの初の、いわゆるヴィンテージの、リーシュのベースだったんですけど、これねほんとね僕はいわゆるなんかジャズベースらしい音って僕の世代だとこっちなんですよ。 B の方なんかこうちょっとギラッとしててゴリッとしてる感じというか、なんて言うんだろう、これがいわゆるなんかフェンダーのジャズベースのこういう感じね。これがねなんか僕のなんかこういわゆるジャズベースの結構イメージで、リアルヴィンテージの方ね、正解の A の方のリアルヴィンテージの方なんかねすごくねドシッとしてるなんかちょっとプレベっぽいなんかこう図太さがあるというか
特に予言がすごいボンボーっていうね、ゴリっていうかこうドーっていう音圧がなんかこういく感じが、ヴィンテージの方の感じなんですけど、プレベの時もすごく僕は思ったんですけど、いわゆる新しい楽器、これもそんな新しい楽器じゃないんですけど、ヴィンテージはこう弦を変えても弦を張り立てでもすごい木の音がするっていうか、弦のなんかこう個性、弦の鳴りっていうよりもなんかこうボディとネックが一体した鳴り、弦を新品でも嫌なハイがないっていうか、なんかそういうなんか違いがあって、で現代のベースとかこうリーシュのベースだとやっぱ弦のギラギラもね一緒に出るっていうか、なんかその辺がねなんかこう結構出るなってねすごく思います。だからまあ本当にどっちがね本当好みだと思うんですけど、ここのね違いはなんか僕の中ではなんか結構でかいなと思ってて、だから木材がね違うからなのか、なんでそういうね同じこのねこうメイプルのネックにねローズウッドに同じアルダーなのになんでそういう違いがあるのかなってなんかこうずっと疑問に思ってるんですけど、実際やっぱ今日もね弾いてみて、もうそれが同じジャズベースで同じこう仕様のジャズベースなのにそれがすごくあったんで、楽しかったです。はい、そんな感じで、皆さん、楽しめてもらったでしょうか。2026年も、皆さんにとってね、最高の年になりますように、お互い頑張っていきましょう。そんな感じでまた何か面白いことがあったら、動画にしようかなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあまたね。うい。